I know most foreigners are texting like this in Japanese. What's wrong with it? She sent me 少しわかります. Yeah, it's polite, which makes sense in some situations, but this girl is the same age as me. When you talk like this to someone your age, it feels weird, like you're keeping distance. Then right after that, I got なぜ, which is super casual, but the problem is, no one really says it like that. It sounds robotic and cold. It doesn't really feel like a natural, comfortable conversation. But it's not your fault, because textbooks and apps just don't teach you this stuff. That's why in this video, me and my boy are gonna show you how we actually text each other, from awkward early phase to becoming friends, and native tips when texting someone, or even your crush, in Japanese. なんか友達できて、いざ LINE で遊び誘おうとか、好きな子できてデート誘おうとか、そういう時に、俺らが今教えることは絶対使えるから。使えるね。じゃあとりあえず、知り合ったばっかの時、何と送るか。じゃあ LINE 交換しました。はい。We just exchanged line with each other. And it's time to make a first contact. 今日はありがとう。まず感謝を伝える。なんか遊んでくれてありがとうみたいな感じの感謝を最初伝える。昨日ありがとうって言われたらまあ普通にこちらこそだね。かな。こちらこそ。こちらこそはなんか、you too みたいな。いやいや。Thank you too 的な。確かに。こちらこそ。できたら、ありがとうって言って、こちらこそってきたら、遊んでた時の自分の感想っていうか、その時の自分の心情を伝えると、相手との話が結構盛り上がっていくっていうか、例えば、昨日もしクラブに行ってたとして、そしたら、昨日めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。できたら、これ使えんのが、それなー。それなーだよね。それなーだよね。それなーだね。それなーで、ここで伸ばし棒をつけるのがポイントだね。ポイント。しかも、伸ばし棒じゃなくて、こういう伸ばし棒。そう、こういう。ちょっとウェイビーな。そう。それなーってきたら、ちょっと、なんかこっちが受け身になってるから、なんか返したよね。そうだね。昨日、そのクラブいたとして、なんかやばいやつがいて、オッケーオッケー。やばいやつがいて、あいつやばかったよね、みたいな。ジョンやばかったよね、みたいな。オッケーオッケー。で、ここで、わらをつけると、いい感じに。いい感じで。で、それも、わらも、絵文字とかじゃなくて、W。W か、漢字のわら。そうだね。人によって違うけど、俺はわらで、多分、はるきは W。俺 W。絵文字も使えるけど、絵文字使うと、若干おっさん感出ちゃう。そう。使いすぎるとおっさん感出ちゃうから、なんかそこは、自分の感覚でね、やってもらって、自分やばかったよね。できたら、こっちも、それなーって返して、わらつける。わらつけるよね。あいつ、マジで狂ってた。そうで、ここは伸ばし棒つけずに、わらわらで過ごすみたいな。狂ってたわ。この和もね、結構ポイントなんだよね。確かに和ポイントだね、結構。俺いつも教えてるけど、LINE でも使えるから、和は結構使った方がいい。If you're already in my community, you know how we actually use wa in real conversations. But a lot of people still think it's only feminine, but the truth is, guys use it too, to add emotion or vibe to the sentence. This is exactly the kind of thing textbooks and Japanese teachers skip over, but I break it all down inside the community. So if you're serious about finally speaking real, natural Japanese and connecting with people for real, click the link in the description. あいつエロがりすぎ。そうだね。それありだね。それありだね。エロがりすぎとか。これも、前も教えたスラングだよね。エロがりね。エロがりすぎ。で、わらつけた方がいいよね。そうだね。普通にひらがなでわらってやれば出てくるから。そう。で、ここに来て、ある程度、もうこの、キャッチボールのやりとりが出てきたら、ここで一発、また行かねっていう。また行かね。誘う感じで。ね。これが結構大事だよね。このタイミングというかさ、なんか、日本語でさ、キャッチボールし続ける、こういう会話し続けると、なんか、一方が受け身になって、一方がずっと言うみたいになっちゃうシチュエーションになるから、だからなんか、受け身がずっとそれなーでしか返せなくなっちゃう。そうだね。
だから、ここでちょっと切り込んでいくっていうか。次のチャンスも広げるみたいな。そう。また遊びたいよね、みたいな。で、また行かね。行こうぜ。そう。俺だったら、もし男だったら、行こうぜ、とか。とか、もしくは、あり。あり。うん。で、来たら、ここで、大体の人は、またよろしくとか、なんか、その場で会話終わっちゃうんだよね。で、ここでポイントなのが、俺なりのポイントは、まあこれ気をつけることにも入っちゃうかもしれないんだけど、ここで日程をもう合わせちゃう。ああ。そう。これは、女の子にも言い寄るテクニックの一つだと思う。間違いない。ここで、スケジュールをもう組んじゃうね。まず共感する。マジでありだよね。で、次いつ空いてるのかな。いつ空いてるのは、the phrase to check when the person is free next time. そうだから次いつ空いてるのって言われたら、次の土曜日空いてるって言いたいなら、次の土曜。この空いてるだけじゃなくて、よとかつけないと結構冷たく聞こえるから。そうだね。空いてるよ。よは大事マジで。よ大事だね。で、空いてるよって来たら、まあ受け答え、なんか人それぞれかもしれないけど、俺だったら、なんか1週間後とかは結構近い印象なのね。2週間以内は近い印象なのよ、俺。だから、みたいな、言っちゃう。だからここでありがとうっていうよりも、じゃあ行こうぜ。これ熱いは結構使うかもしれない。熱いもそうだね。結構スラングの一つだよね。こう来たら、じゃあ決まりでとか。じゃあ決まり、びっくりマークとかつけた方がいいよね。相手がびっくりマークつけてきたら、まあ、びっくりマークつけた方がいい。合わしたり。相手に合わせるっていうのは結構ね。まあ、テクニックだよね。ここで俺は、絵文字使う？ここに来て絵文字。ここでね、やったね。そう。グッドみたいな感じで。そう。で、来たら、まあ、一旦この会話はまあ、そう、終わるから、一旦スタンプでね。そうね、スタンプ。そう。LINE はスタンプ変えるから結構、まあそこも楽しいよね。まあそこ楽しいね。で、しかもなんか、結構ワードセンスおもろいよね。確かに。スタンプってワードセンスおもろいんだよ。無理ですは普通にノーって意味だから、まあ、普通に送んならまあ適当に OK とか、そう。イエスとか。マジスタンプそう、しかもスタンプ、しかもアニメが多いからね。だから、ね、アニメ好きな人はアニメのスタンプ買えばいい。俺もね、アニメのスタンプしか持ってないから、ここで俺は。ちょうだいっていう感じ。もうここで、ジョジョ。ズッキョーンっていうね。そう、なんかもう、スタンプは適当じゃねめちゃめちゃ。もうノリだよね。もうノリ、どれだけおもろいスタンプをボケれるかみたいな。そうだね。まあ、これでとりあえず会話終わって一旦。そう。で、遊んで、みたいな感じだよね。初対面からもう遊び誘うまでの流れはもう完璧にできてる。完璧にできてる、これで。で、じゃあ、もっと仲良くなって気軽に、その友達を遊びに誘うとき、どう誘うかみたいな。じゃあもう俺とリンみたいな感じ。そう、普通にもう。じゃあ。長い付き合いの。俺は、その友達に関しては、うっすーから入るんじゃなくて、もうお疲れになっちゃう。お疲れなんだ。そう。だから、まず、お疲れ。おつーでもいいけどね。おつー。できたら、まあ、普通にお疲れとか。お疲れは普通に友達でも使うから。そう。お疲れ。お疲れできたら、今何してんの？ってきたら、まあ、空いてたら普通に、暇だよ、みたいな。暇してるよ、とか。暇してるよ。暇してるよ。まあ、漢字めっちゃ送ってるけど、俺ら。ひらがなで普通に打てば、その漢字出てくる。変換出てくるから。ここは心配しなくていいから。そう。で、暇してるよってきたら、俺は、俺もとかじゃなくて、なんか日本語で言うのちょっと恥ずかしいから、me too とか言っちゃう。そう、me too。me too 送るんだ。そう。遊ぼうぜ。そう、このぜ結構重要じゃない？ぜ重要だね。男だったらぜは結構、ね、使うよね。遊ぼうぜってきたら、ありだねとか。ありとか。まあ、あり結構使うね。あり結構使うね。で、じゃあ遊ぶってなったら、じゃあまず場所？時間より最初場所じゃない？そうだね。そう、だからどこ行くってなるよね。渋谷はみたいな。なんか本当は渋谷はどうって言うんだけど、そのどうは、なんか省略できるみたいな。どう使わないのあんまり。日本語めっちゃ省略するから。そう。まあ、どうはいらなくて渋谷はみたいな。そう。幅渋谷。そう。渋谷はってきたら、あり。めっちゃありみたいな。
で、ここで、棒をね、こう、ちょんってつけてあげるみたいな。びっくりマーク。びっくりマークみたいな。で、これだと、ただの一方通行のキャッチボールで終わっちゃうから、こっちからなんか送るっていう。うん。渋谷はってきたら、だいたい渋谷って言うと、飲みか、クラブか、うん。しかないじゃん。C 社かみたいな。C 社か。そう。例えば、じゃあ今回飲みだとして、うん。飲まねえまあだから普通に誘い文句っていうか、飲まね、飲遊ばねとか、そう、なんとかしねえみたいな。飲もうとかだけだと、そ別に行けなくはないけう。ど、そう、でもお前とは行きたくないからみたいな。言い過ぎ言い過ぎ。言い過ぎ。そう、なんか冷たいな、みたそいうな。冷たいな。いや結構本当に、まあ俺の感覚として、うんやっぱり LINE 冷たい人でちょっと、まあなんて言うんだろうな。まあいい印象を持たない。うん、そうだね、うんそうだね。なんか、まあ人によってはムカつくし。うん。確かに。人によってはムカつくね、うん確かに。俺も結構イラってくるときはある、LINE。まあこっちは外国人、相手がネイティブじゃないって分かってたら、まあ、うんある程度許容はできるけど、うん。まあでも、その日本人みたいに LINE できて越したことはないから、うん、そうだね。まあ俺らが今言ってることは本当に使えるから、使えるね。絶対使った方がいい。飲まねえとか。そう。飲まねえはもう、飲まねえみたいな感じのうんニュアンスで覚えてくれれば。そうだね。飲まねえ、遊ばねえとか。そう。いいよ。で飲まねえとかなんか、伸ばし棒相手がつけてきたら、まあ、いいよだけじゃなくて伸ばし棒は自分もつ伸ばし棒。けるみたいな。いいよってきたら、あと、これも俺のポイント俺なりの、まあ、これ個人のポイントだ、注意点みたいな。うん。ここで、じゃあ場所どこにするみたいな。うん。結局、会話するじゃん、その会話。うん俺はその会話めんどくさいから、もうあえて否定しちゃう。ここで飲まねみたいな。あ、否定して、あ、指定ね。そう指定指定そうオッケーオッケーオッケー。だから、例えば、じゃあ渋谷の居酒屋だったらスミレとか。例えば、じゃあスミレどうみたいな。うん。スミレ、マジ安いからおすすめだよ。そう、スミレマジ安いマ。ジ安いし。うんまあ、出会い出会いも、やすいよね。出会いやすい。めっちゃ喋りやすい。うん。普通に横の人と喋れるから、そスミレおすすめ。う。うん。スミレどあとスミレで持ち帰れるね。間違いない。女の子結構ね、うんオープンだよな。オープンだね。うん。スミレどって言われたら、うん。まあ、またありだねとか。そう、あり。ありだね。ありはもう使えるいいねよ。同じ。う。ん。いいよのよりかはありの方がいいよね。うん。いいよも結構カジュアルだけど、うんもっとカジュアルにするならやっぱあり。うん。だよねありだね。で、ここでありだねってきたら、もう何時に集合か決めちゃう。うん。じゃあ、例えば渋谷だったら、うん。まあ、20時ぐらい。うん。 20時に、ミヤパどうミヤパは、まあ、はもうここでは使う。そうは使うねはい。どうもいらないよね。うん。どうはいらないね。うん。ミヤパは。宮パは、ちなみに、宮下パ宮下ーク。パークの、学生が多いよね。JK とか。多いね。うんそう、あそこで、あそこでナンパできるよ。あそこナンパできるね。うん。まあ、またいいよ、うん。とか、まあ、じゃあ、そうしようでもいいよ。あ、そうしよ Let's う。 do that うん。そうしようん。そうしようもあり。伸ばし棒じゃね。う。そうしよう。そうしようで、伸ばし棒をつけた方がいいね、やっぱり。うん。そうしよこう来たら、う。うん。俺は、後でーって言っちゃう。後で、うん。うん。後で後では、なんか、see you later みたいー、な。そう、うん。後でー、みたいなね。 later って感じ。まあ、あと、普通に、ういみたいな感じで返してもいいし。そう、だから、ウィーとか、うっすーとか、だからうんとかじゃなくて、まあ、その LINE 用語みたいなのあるよね。ういとかうっすああ、あるね、あるね。まあ、なんか実際に、その、遊んでる時は言わないけど、LINE だけで言うことあ、そうそう、みたたいなのある。うい、ウィーとか、ううっすー、おすーとか。すそう。じゃあもう遊び、誘いました、普通に。うん。まあなんか、お互いに、もう本当に、もう気使わなくていい仲まで行ったら、うんまあびっくりマークとかももう賞味いらない。いらないけど、まあつけといた方がいい。つうんけて、まあまあそう、つけて越したことはない。つけるに越したことはないから、それその流れで、うんその気をつけた方がいいことをちょっと話そうって LINE で。ああ、いう。なんか気をつけることか。なんかびっくりマークは、なんかつけすぎると、なんか鬱陶しいなって思う時あるのよ、ちょっとねたまに。熱いなんか、圧迫されてるっていうか。うんだから、おじさんっぽいよね。そう。だから何回もこう連続でつけるんじゃなくて、うん。
例えば、こう、1個つけたら1個伸ばし棒だけにして、1個つけたら1個伸ばし棒だけにしてみたいな。完全に今、あくびつられたね。知ってるよ。まあそうだね。だから、びっくりマーク使いすぎない。と、あと、まあ、伸ばし棒。伸ばし棒はめっちゃ使う、でも。あとそうだ、わらとか。そう。なんか自分が、冗談で、言ってるよっていうのを伝えるときにもわら。例えば、こいつキモみたいなときに、わらつけないと、俺キモいんだ、みたいな。ガチに捉えちゃう。確かに確かに。そう。お前それキモくねみたいな。そう。言うときにわらつけるみたいな。だからなんかこのわらで、こう、本気じゃないよみたいな。冗談だよみたいな。そう。あとは、なんかよとか。その、なんとかだよとかつけたり。そう、よ、ぜ、わとかはつけるべきかな。言うともうこれぐらいかな、俺は。これぐらいだよね。伸ばし棒、びっくりマーク、ぜ、わ、よ、笑い、W とか。その単語一つ一つが大事なんじゃなくて、その本当一言一言みたいな。ニュアンスだよね。ニュアンスが大事。相手にどう感じさせるかっていうか。冷たい感情を相手に感じさせないのが大事だから。結局やっぱり人間とのつながりだから。冷たいとは思われたくないよね。そうだね。やっぱね、何回も使うことが大事じゃない？そうだね。とりあえず、LINE になれる。LINE も結構その、言語学習っていうか、日本語になれる方法としてまあ、結構いいから。俺もそうやって英語慣れたし、テキストしまくって。今日はそんな感じ。今日はそんな感じ。じゃあまた、I know there are already a bunch of Japanese creators out there, but I'm gonna be honest, most of them only tell you what sounds nice. They don't show you the real stuff. But I do. If you want to learn kind of Japanese that you never see in textbooks or other creators don't teach, the casual native phrases that we use every day to connect with each other, join my community. I post a new video lesson every week, breaking down exactly how Japanese people talk and connect. There are tons of learners who are just like you, serious about sounding natural, serious about sounding like a real human. And you can find a link in the description. There's also a free lesson from my community, so if you're still scared to go all in all at once, you get a taste of what kind of real stuff I teach inside my community. Also, don't forget to subscribe my channel. I'll see you in the next one. お疲れ。